こんにちは。今回はケープとハイネックの襟を別々に編んでみました。なんですが、最後の洗いで失敗してしまって、ケープのサイズがちょっと小さいです。このチャンネルでは簡単なものしか編めない私が手編みを練習しながら簡単だけどいい感じに仕上がるニットを追求していきます。よければいいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。この動画は AI 音声です。聞き取りにくい場合は字幕をご覧ください。糸はシルクウールナイロンの工業用の糸を多本取りしています。起毛されている糸です。ローポン引き揃えました。棒針は 8mm、襟のリブは 4mm を使います。ケープの編み図はこんな感じで輪で編みます。裾幅が48センチ、丈が30センチ、天幅24センチの設定にして前後同じ形です。あまり深く考えずシルエットに合わせて目数を出したので、肩の丸みのところは行き当たりばったり的な感じで編んでいます。襟は11リブですが、編みながら考えるので編み図はありません。ハイネックの襟はこんな感じです。下の襟付け部分が編み出しで1周80センチの設定です。8mm の棒針でガーターを3段編んでから棒針を5mm に変えて11リブを編みます。まず 8mm の棒針で作り目とガーターを2段を編む。丸く編むので作り目を1段目として2段目で2目減らして3段目で4目減らします。襟から編みます。前回の動画に登場している襟と同じものです。いろんなニットと合わせられたらいいなと思っていたのですが、この襟以外は悲しい結末です。詳しくは前回の動画で。襟の長さは13センチくらいです。ケープを輪で編みます。脇の減らしは2目ずつ立てて内減らししています。行き当たりばったりで編んでいるので肩のところで迷路状態になったのですが、なんとか無事に編めました。なんとかなるもんだな。肩は5目、メリヤス剥ぎ。襟の空きが予定より大きくなってしまいましたが、リブで調整します。えぐりは大きすぎない方がいいので、バランスを見てリブを3センチくらい編んでいます。編めたので仕上げ洗い。ぬるま湯に15分くらいつけてから中性洗剤で洗います。ハイネックの襟は手で脱水して自然乾燥。ケープは前回のニットと一緒に洗濯機で脱水したので乾燥コースに入ってしまい縮みました。こんな感じです。ハイネックの襟と合わせるとケープが小さいのがよくわかりますよね。実際ケープは着れないサイズです。洗う前はいい感じだったんだけどな。まあサイズは小さいのですが、前回のニットよりは縮み方がマシだったのでガーター編みは天軸より縮みにくいようですね。それに輪で編んでいるせいか全く変形せずそのままの形で小さくなってて、ある意味完成度が高いかも。あと風合いが全然違いますね。ハイネックの襟はシルクウールの上品でソフトな感じに仕上がっていますが、ケープはガチガチ。これはこれでカバンとかカーペットが作れそうな風合いかも。色を変えてケープを再チャレンジしようかな。ご視聴ありがとうございました。